皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこの Xiaomi スマートバンド7ですね。買ってそのままアプリとペアリングして標準のまま使っている方っていうのも意外と多いのかなと思いますけども、ちょっとした設定で非常に使いやすくなりますので、その方法をお伝えできればと思います。では早速本日も行ってみましょう。では早速ですね、Mi Fitness を使って設定の方をね、少し触ってみたいと思います。今、ペアリングがもうされている状態になりますね。まず最初に使いやすくするための方法なんですけども、当然ながらですね、文字盤を好きなものに選ぶこともできます。このデフォルトのものから選ぶことができますし、このオンラインっていうところがありますので、好きなものをここから選ぶことができます。では、そうですね、ユーティリティというところがありまして、個人的にもちょっとデザイン好きなジャンルになりますけども、この中からフローグリーンっていうんでしょうかね。ナイキデザインっぽいものをちょっと設定してみたいと思います。雰囲気がね、だいぶ変わるかもしれませんけども、どんな感じになるか見てみたいと思います。はい、同期が始まりましたね。そしてバンドが振動して完了しましたっていうのを教えてくれました。はい、こんな感じに設定が完了されます。ですので、同じようなことをすれば、文字盤をね、いろいろチェンジすることができますので、ぜひやられてみてください。アプリの通知っていうのがありますので、まずここを見てみたいと思いますが、このオンにしないとバンド本体に通知が来ませんので、ここは要注意になりますね。そして通知を送信できるアプリを選択とありますけども、私のこのバンドですね、実はグローバル版になりますので、日本語まだ対応していないんですね。WeChat とかね、QQ、アリペイといってね、中国のサービスが今表示されています。最近日本語版が出ましたので、そのモデルに関してはここ多分出てないんじゃないかなと思いますが、ちょっと私の方でね、確認できませんので、そこはね、ちょっと臨機応変にお願いいたします。そしてですね、心拍数のとこを見てみますと、連続モニタリングっていうのがありますので、ここは自動がいいんじゃないかなという気はしますね。30分ごとにすればバッテリーの持ちも良くなると思いますし、1分ごとにすれば相当バッテリーの消費が激しくなると思いますので、ここは自動をね、推奨したいと思います。そして睡眠のとこを見てみたいと思いますが、連続モニタリングっていうのになっています。連続モニタリングというのは、頻度が高いほど正確なね、詳細なデータ得られますよと書いてありますが、バッテリー駆動とのトレードオフになっています。ですので、30分ごとに睡眠状態をモニタリングするのか、もしくは自動にするのか、1分か10分かっていうふうに選んでいただければと思いますが、これもやはりね、自動がいいんじゃないかなという気がします。そして次に血中酸素レベルですね。これは終日トラッキングにしていただければいいと思いますね。これしか選べませんけども、そうすれば安静時の時にバンドが判断して測定してくれるってことになります。ストレスモニタリングは終日モニタリングとありますけども、これもオンにしていただければ自動的にね、測定することができますが、バッテリーの駆動に影響があるよと出ていますね。そしてスタンディングの通知ですね。これは立ち上がることリマインドってありますが、開始から終了の時間ですね。朝8時から夜の9時までの間、リマインド促しますよということになりますが、これもね、個人的にはちょっとオフにしてあります。必要な方はね、オンにされてください。そして目標達成通知とありますね。目標達成するとバンドが振動しますよとありますので、これをオンにすることによって最初の設定で歩数を5000歩目標とかね、設定したと思いますけども、それを達成した場合に振動して教えてくれることになります。なるべくね、ちょっとバッテリーの消費を抑えたいなっていうのがあるので、こういったものはオフにしてあります。そしてアラームになりますね。これはバンド本体でも設定することができますけども、ここからも設定することができるようになります。例えば、朝、そうですね、6時半に起きますよっていう方、ここに設定していただいて、繰り返しというところがありますが、毎日なのか、もしくは月曜日か金曜日なのか、平日ですね。そしてカスタムってありますけども、特定の曜日だけ、日曜日と火曜日だけとかね、土曜日だけっていうこともできます。自分の好きな設定にできます。そして加えてですね、スマート起床とありますけども、これはアラーム時刻の10分前から睡眠サイクルの中で理想的な起床時間を見つけるっていう設定になりますので、これはね、なるべくオンにしといてもいいのかなという気もしますね。6時半設定してありますので、6時20分から6時30分の間でちょうどいいタイミングで起こしてくれるってことになります。これはね、何分になるのか分かりません。6時30分なのかもしれませんし、6時20分かもしれませんし、6時24分とかね、3分とか、その心拍数の測定値から見て AI が判断してくれるってことになります。一番起きやすいね、理想的な時刻を見つけるってことになります。次にイベントとありますけども、これはリマインダーですね。
何かイベント名ですね。例えば会議とかね、あると思いますので、そして何時にリマインダーしますかっていうことになりますね。例えば21日木曜日の10時30分にリマインダーするっていうふうに設定すれば通知がね、いく形になります。で、繰り返しですね。例えば1回限り、今回限りなのか、毎日10時半なのかとか、そういうふうにね、設定することもできます。そして天気に関しましては、場所はですね、追加で5箇所まで可能になっています。今一番上が自分の今いる場所が設定されているかもしれませんが、追加でこの枠の中に選ぶことができます。例えば東京とかね、大阪とかね、設定できるようになっているようですので、少しね、やってみていただければと思います。そしてイベントとね、もう一つありましたね。これちょっとわかりづらいんですけど、いわゆるスケジュール、カレンダーとの連携になります。iPhone の場合はこれをタップしますと、このようにスケジュールとシンクしますかと出てきました。これは iPhone に入っているスケジュールと連動しますかということになりますので、必要な方はこう設定しますと、カレンダーと同期してくださいということになりますので、ここをオンにする形になりますね。そうしますと iPhone とのカレンダーと連動で、カレンダー上で設定したアラートとかですね、通知に関してその日時になりますと通知が来るっていうこともできるようになっています。次にですね、このウィジェットっていうところがありまして、これ結構重要なんですけども、これを設定うまくしますとすごく使いやすくなります。これタップしますと、今ワークアウト、睡眠、血中酸素レベル、心拍数、音楽と出ていますね。これどういう並びかと言いますと、この現在ホーム画面はありますが、これからですね、右にスワイプすると、まずね、ワークアウトが出てきます。そしてさらにスワイプするとスリープですね。今ね、ちょっとデータありませんけど、そして血中酸素レベル、心拍、音楽という風になって戻ってきます。で、これ逆にですね、左にやっても音楽からスタートになって心拍数という風に並びになっていますので、ループしていくわけですね。この並びをうまくしますと、例えばホームから一番最初に出てくる右側を私よく使うワークアウトに設定しています。そして左側には音楽を設定してありますね。つまりこの一番上と一番下の部分ですね。ここの部分を右と左に設定することができますので、ここをよく使うものに変更すれば非常に使いやすくなるということになりますね。真ん中の部分は時々ちょっと見るっていうぐらいのものに設定するといいのかなと思います。ですのでこれがウィジェットっていう形になります。で、隠しアイテムってありますけどね、その他によく見るものがありましたら、追加してね、いただく形になります。例えば、そうですね、歩いている歩数とか、トータル的なステータスですね。これ見たいよってことであれば、タップしてステータスを入れる。今、一番下に入りましたので、今保存しました。そうしますと、左側をスワイプすると、これがステータス情報になっていますね。ここの部分になりますね。これを、例えば心拍数を左側にしたいよっていうことであれば、はい、心拍数になりました。こんな風に変更することができますので、使いやすいようにね、調整されてみてください。といった感じで、いろんなね、調整することができますね。使いやすいようにカスタマイズしていっていただければと思います。というわけで、本日は以上となります。この動画が良かったよという方は、高評価。そしてまだの方はぜひチャンネル登録をこの機会にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。